はい、皆さんこんにちは、チローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さんお元気でしたか？僕はね、めちゃめちゃ元気です。いつも通り僕は元気です。みんなも元気かな？ただね、僕は、いつもと比べたらちょっと元気がないかもしれない。いつも元気なんだけど、そのいつもの僕と比べたらちょっと元気がないかもしれないんだよね。その理由わかる？みんな。多分ね、僕のポッドキャストをいつも聞いてくれている人なら、なんで僕がちょっと元気がないかっていうの、その理由がわかると思うわ。はい、みんなわかるよね。僕がなぜ今日ちょっと元気がないか。理由は天気です。もう本当に僕の性格ね、天気に左右されやすいんだよね。もうその日の天気が本当に大事でね、東京の冬っていつも言ってるようにいつも晴れてる。で今1月でしょ。1月の東京ってだいたい毎日晴れてるんだよね。ただ今日はね、曇りでした。寂しいね。今日曇りだったんだよ。だからね、いつもなら晴れてるのにな、今日曇りだな、ちょっと気分落ち込むなとか考えてたんだけど、みんなと一緒にこうやって話せるって考えたら、ちょっと元気出てきたわ。ちょっと元気出てきたっていうより、かなり元気が出てきたと言っても過言ではないんじゃないかなって思います。で、今曇りなんだけどさ、曇ってるし、しかもさ、寒い日がずっと続いてるわけよ。1月はね、まだ寒いよね。で、2月も寒いでしょ？ 3 月からかな、暖かくなってくるのは。僕もね、早く半袖で外に出かけたいなって思う。って言ってる僕なんだけど、結構今でも半袖で外に出かけたりしてるんだよね。家から近くのコンビニまで歩くだけとかなら、半袖でも意外と耐えれるんですよ。だからね、僕は結構半袖のまま外に出かけたりしてしまうことがあるんだけど、ちょっとね、周りの目線が気になるよね。僕の姿を見た人はね、あの人、なんで半袖なんだろうって思うと思うんだよ。だってね、半袖着てる人って今の時期本当にいないんだよ。渋谷に行けば半袖を着ている外国人観光客の方たくさんいる。だけどね、それ以外の地域、だから観光客に特段人気のない地域とかはね、半袖着てる人はもうゼロ人。一人もいない。そんな中ね、僕はたまに半袖を着たりしているんだけど、夏は良かったな。だってさ、毎日洗濯物の量が少ないじゃん。冬ってさ、もう着るものがたくさんあるから洗濯物をする量が増えるでしょ。だからもうたくさん洗濯機回さなきゃいけないじゃん。あれがすごい不便。だからね、部屋の中では、極力暖房をつけないで、長袖を着て、暖かい服装で過ごすとか、そういうことをしてもいいんだけど、できるだけね、洗い物を増やしたくない。できるだけ洗濯をしたくないから、僕はね、もう常に家の中では暖房をつけて、暖かい環境にしてるんだよね。で、9月ぐらいかな。このポッドキャストで
最近寒くなってきたね、みたいな話をしたんだけど、もうそろそろ、僕はね、ポッドキャストの中で、そろそろ、暖かくなってきたね、最近、みたいな、そういう会話をし始めるんじゃないかなって思う。うん。だからね、次回のポッドキャストいつかな、次回のポッドキャストがいつになるかはわからないんだけど、次回あたりのポッドキャストでね、暖かくなってきましたね、みたいなことを話せるといいなって思う。うん。寒いのが好きな人っていないでしょ。うん。もう僕がね、冬のことをどれだけ嫌いかっていうのは、確か前々回のポッドキャストで話したはずなので、ぜひ皆さんね、そのポッドキャストを見てください。うん。もう僕がね、1時間にわたって冬が嫌いな理由っていうのをね、ずっと話してるからうん。そのね、ポッドキャストを聞いてもらえればいいかなと思います。はい。で、今日はね、みんなに大事なことを話さなきゃいけない。うん。僕はね、ポッドキャストでもう毎回、みんなにね、いろんな話をしてるんだけど、今日のポッドキャストはね、そうだな、本当に大事なことをみんなに話さなきゃいけないんだよ。うん。なんと、このチャンネル、ジロージャストジャパニーズというチャンネルなんですけれども、登録者10万人を突破いたしました。正直結構前に突破してたよね、10万人。で、なんでこのタイミングで10万人を突破したということをね、発表したかと言いますと、見てください、皆さん。こんなものが届きました。はい、YouTube からね、銀の盾というものをいただきました。はい。この銀の盾ね、10万人、だから、チャンネル登録者数10万人を突破するともらえるものなんだよ。で、僕はね、だいぶ前、いつだっけ確か、1ヶ月ぐらい前にチャンネル登録者数10万人を突破したと思うんだよね。うん。で、なのでね、どんくらい前かな、実は2週間くらい前にこの銀の盾届いておりましたが、はい。ちょっとね、紹介するの遅れてしまいましたけれども、ありがとうございます。皆さん、こんなに素晴らしいものが届きました。いつも僕の、ポッドキャストとかね、僕のくだらない動画僕のくだらない動画を、みんながね、見てくれて、チャンネル登録をしてくれたおかげで、こうやってね、YouTube から素晴らしいものを、受け取ることができました。今後もね、みんなが楽しくなるような、みんなが見ていて楽しいなって思うような、日本語学習動画をね、どんどんアップロードしていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい。で、この銀の盾はね、実は開封したところも、僕が初めてこの銀の、盾が入った箱を開封した動画というものもね、録画したんだけど、その僕のね、ファーストインプレッションの動画は、メンバーシップ限定動画で、配信したいと思いますので、僕が、この銀の盾をね、初めて見た時の反応が気になる方は、メンバーシップに登録していただければなと思います。はい。ちょっといまいち今日マイクの位置をどこにすればいいのかわからない。なんか今日の声大きすぎるとかあるうん。なんかどんどん意見言ってほしいんだけどみんなには。マイクがさ、近すぎたら、ちょっと声がね、音が割れちゃうんだよね。うん、そうすると聞いていて心地よいものじゃなくなっちゃうから、そうならないように気をつけております。はい。
で、僕がね、今回もらった銀の盾というものなんですけど、みんな知ってたこの銀の盾の存在は。僕はね、もちろん知ってましたよ。銀の盾というものを。いや、僕ね、本当に YouTube 大好きなんだよね。もう YouTube をね、ずっと見てる。いや、ずっと見てるわけではないか。でも、まあそうだね、最近はあまり YouTube 見てないけど、まあ子供の頃から、まあ YouTube というものはね、まあ、ずっと見てきましたよ。うん。だから、チャンネル登録者数がね、10万人を突破した YouTuber の方が、まあ、銀の盾をもらっているということは知っておりました。そうだね、今の僕みたいに、銀の盾をゲットしましたみたいな、動画を投稿している日本人の YouTuber って結構多いんだよね。うん。だから僕も知ってましたよ。銀の盾の存在は。で、やっと僕もこの銀の盾というものをね、手に入れることができたわけなんですけど、みんなさ、チャンネル登録者数が10万人を突破してから、どうやってこの銀の盾を手に入れることができるかって気になるでしょ？気にならない？いや、僕はね、今までずっと気になってたんだよ。まあ、例えば、チャンネル登録者数が10万人を突破した時点で、自動的にこの銀の盾が送られてくるのかなとか、それとも自分から何か申請をしなきゃいけないのかなとか、あとは、この銀の盾がもうどこから送られてくるんだろうっていうのも気になってはいたんだよね。うん。で、今回はね、この銀の盾を僕が10万人、チャンネル登録者数10万人を突破してから、僕がこの銀の盾をどのように手に入れたのかについて話そうと思うんだけどさ。ちょっと水飲むわ。でね、チャンネル登録者数が10万人を突破してからね、確か1週間くらいした頃かな、YouTube からメールが届きましたよ。うん。なんか、10万人、いや、どういう文章だったかな、どういう文章だったかは覚えてないんだけど、10万人を突破したので、なんか商品がもらえますみたいな。まあ、そういう感じの内容だったんだよね。で、僕は、そのメールを来たそのメールを見た瞬間に、あ、これ銀の盾に関する通知だなって、もう直感ですぐに思った。うん。まあ、実を言うとね、チャンネル登録者数が10万人に到達してから、何もメールも来なかったし、通知も来なかったから、まあ、心の中ではね、あれ YouTube から僕の存在忘れられてるのかなとか、もしかして僕は銀の盾をもらう資格がないんじゃないかなとか、若干不安な気持ちにはなったんだよね。うん。まあ、そういう気持ちにもなったりはしたんだけど、ちゃんと無事ね、チャンネル登録者数が10万人を突破してから1週間後にちゃんとメールが届きました。で、そのメールに記載されている、まあ、リンクをクリックして、まあ、専用のページを見ることになるんだけど、そこでね、自分の住所とかを入力するところがあるの。うん、そこで自分の住所を入力して、あとはね、この銀の盾に記載するチャンネル名も自分で決めれるんだよね。だから、ジロージャストジャパニーズっていう文字列じゃなくてもいいの。うん。自分が好きな文字列を銀の盾に
刻むことができるんだよ。うん。面白いよね。でも僕は、このチャンネルを始めてから多分ずっとこのチャンネル名だよな。僕はね、このチャンネルの名前を変えた記憶はないんだよね。うん。うん、僕はね、ずっとこのチャンネルをこの名前で運営してるから、別に他の名前をね、この銀の盾に刻もうとか、そういう考えって全くなかったんだよね。うん。なので、僕はちゃんとね、このジロージャストジャパニーズっていう文字列を、銀の盾に、刻印するように、フォームに入力しました。うん。で、まあ実はね、僕ってあまり家の中のものを増やしたくない人間なんだよ。うん。これはさ、僕のこの情報はいつも僕の動画を見てくれてる人なら知ってると思うんだけどさ、できるだけ家に物を置きたくないっていう、そういう、信念があるんだけど、この銀の盾、これはね、せっかくだからもらおうかなって思った。うん、チャンネル登録者数10万人突破できたのはね、もう本当に運が良かったと思うし、僕もね、それなりに、動画の本数をね、それなりの本数の動画を、YouTube にアップロードしてきたからさ、うん。自分がね、これだけのことをしたんだよっていう、そういう記念の意味も込めて、銀の盾をもらうことにしたんだよ。だから、銀の盾をもらいたくなかったらもらわないっていう、そういう選択肢もあるんだよね。うん。で、すごいなんか、素敵なデザインじゃん、これ。うん。銀の盾。だからさ、なんか部屋のどこかに飾りたいなとか思ってるんだけど、正直、どこに飾ればいいかわからないんだよね。だからね、なんて言うんだろうな、物置の中にずっとしまうことになるのかなとか思ってるんだけど、それももったいないよな。うん。で、一般的に YouTuber の方ってどこにこの銀の盾を保存してるんだろうね。やっぱり壁にかけるとかがいいのかな。で、壁にかけるのいいなと思ったんだけど、僕がね、住んでるこの家って、賃貸なんだよ。人から借りている家なんですよ、この家。だからね、壁に穴を開けることができないんだよね。そう、自分の家じゃないからね。うん。だから壁に飾りたいけど、それはできないかなって思ってるところ。うん。だから、おすすめの銀の盾の、飾り方を知っている人が、もしこの僕の動画を見てくれている人の中にいたら、ぜひ教えてほしい。うん。どうやって飾ろうかなって思ってるんだけどさ、床に置くとさ、汚れるじゃん。で、机の上に置くって言ってもさ、どうやって立てかければいいのかなとか、そういう風に考えてるんだよね。一応ね、この銀の盾の裏側にフックを引っ掛けるような穴が2つついてるんだよ。これをうまく活用できないかなとは思ってるんだけど、うん、何かいい、飾り方を思いついた人またはね、あの、僕のチャンネルよりも、もっと登録者がいるチャンネルちょっと待ってたまに起こるよね、この僕の日本語のバグ。僕のチャンネルを登録してくれているチャンネルの中には、僕よりもたくさんのチャンネル登録者数がいるチャンネルもいるわけ。今の文章でさ、チャンネルっていう言葉何回言ったうん。それはどうでもいいんだけど、
だからね、この銀の盾をすでに持っているよっていう人も、この視聴者の方々、僕のチャンネルの視聴者の方々の中にはいると思うから、ぜひおすすめのこの銀の盾の飾り方を教えてください。参考にさせていただきたいなって思ってるんでね。うん。で、この銀の盾、どこから届くと思うみんな。うん。僕はね、てっきり、その日本国内から発送されるのかなとか思ってた。うん。だって日本国内だけで本当に相当な数の YouTuber がいるじゃん。で、日本ってさ、それなりに人口がいる国なんだよね。1億2000万人の人口がいるから、だから Google の日本法人がもう日本の YouTuber 向けに大量に銀の盾の在庫を抱えてるのかなとか、そういう風に思ってたんだけど、この銀の盾、ちゃんとアメリカから発送されたんだよね。うん。で、アメリカからね、銀の盾が、発送されて、アメリカから銀の盾が発送されると、自分のスマホとかパソコンで、その銀の盾が今どこにいるかっていうのを確認することができるんだよね。うん。だから僕はね、この銀の盾を注文してからしばらくは、あれ、銀の盾今どこにあるんだろうなって結構ね、頻繁に携帯をチェックしてました。ただね、途中から銀の盾の存在を忘れてて、気づいたら、銀の盾が、家に届いていたっていう、そういう感じだね。うん。で、アメリカのどの州に今僕の銀の盾があるのかっていうのがわかるようになってるんだけど、僕ってさ、もうアメリカの地理全然わかんないのよ。今まで人生でアメリカに行ったことがないし、アメリカの地理についてね、今まで勉強したことないから、その、今ここに銀の盾がありますって文字で表示されるんだよね。今この州にいますっていうことが文字で表示されるんだけど、その州の名前を見てもね、アメリカのどこなのか全然わからないんだよね。うん。で、うん。未だに覚えてないもん。どこから来たのか。うん。その名前を覚えてない。うん。だから毎回ね、だからこの銀の盾の場所がね、スマホで表示されたら、その州の名前をコピーペーストしてね、Google で検索して、大体の位置を把握してました。あ、今ここにあるんだとかそういう風に思ってたんだけど、意外とあっという間に来たね。もちろんね、アメリカから、輸入するものになるから、それなりに時間がかかったんだけど、思ったより早く家に到着したなって思ったね。で、これはね、僕の、メンバーシップ限定動画を、見てくれればわかるんだけど、この銀の盾、黒い箱の中に入れられて届くんだよ。うん。で、その黒い箱に YouTube って大きく書かれてるんだよね。うん。で、その黒い YouTube って書かれた箱にはね、もう何枚もの白いシールが貼ってあって、そこにね、いろいろ英語で文字が書かれてるんだよね。で、僕って普段、なんて言うんだろうな、物を、てか、商品を海外から輸入することってめったにないんだよ。うん。だから、こういう銀の盾みたいなアメリカから来る荷物を受け取るのは初めてだったんだけど、こんくらいの大きさのものならさ、宅配ボックスとかに、届けてくれればいいじゃん。うん。
ただね、この銀の盾を届けてくれた配達員の方は、僕の家の玄関まで来たんですよ。なんで来るんだよとか思ってたんだけど、だってさ、宅配ボックスに入れてくれればよくないとか思ったんだけど、まあ、どうなんだろうね。そういう海外からの荷物っていうのは、まあ、本人確認をちゃんとやらなきゃいけないから、対面で商品を渡さなきゃいけないのかな。どうなんだろうね。まあ、そこら辺気になるんだけど、だから、その、この銀の盾を僕の家に持ってきてくれた配達員の方はね、僕の、まあ、玄関のチャイムを鳴らしてきたわけですよ。うん。で、まあ、玄関の扉を僕は開けました。まあ、そしたらね、もうその配達員の方はすごい僕の顔を覗き込んできたね。わかんない。僕の勘違いかな。僕が勘違いしてるだけなのかもしれないんだけど、その黒い箱がさ、もう見るからに銀の盾が入ってるような箱なんだよ。しかも黒い箱にさ、大きく YouTube って書かれてるからさ、もう誰がどう見ても、その中に銀の盾か、銀の盾か金の盾が入ってるわけ。うん。で、配達員がね、これ、銀の盾ですかみたいな、すごい驚いた表情で立ってたわけ。はい。で、これあなたのですかみたいな感じでなんかその表情が面白かったね。今ね、まあ、YouTube ってすごい歴史が長いから、10万人の銀の盾を持っている、まあ、日本人ってすごい多いと思うんだけど、まあ、配達員の方もあまりこの銀の盾を配達することってないのかななんかすごい驚いた表情をしてるなって、まあ、僕は思ったんだよね。これでさ、あのジロージャストジャパニーズの、視聴者の方が配達員になったら面白いね。うん。まあ、幸いなことにね、僕は、まあ、それほど知名度がない方じゃん。YouTuber の中では。うん。たださ、例えば、100万人規模の YouTuber、登録者が100万人以上いる YouTuber の人ってさ、同じように金の盾をその配達されるわけじゃん。多分だけど。で、なんか住所とかバレるし、あとはこのカメラの前にいない、例えば、まあ女性の YouTuber だったらさ、その時すっぴんかもしれないし、あまりその配達員に顔を見せたくない状況かもしれないじゃん。そういう時はね、なんか、この今の配達方法の、てか、この配達のシステムだと、なんか困るなとか、そういう風に思ったんだよね。まあ僕はね、全然YouTube 界では、まあ、知名度が全然ない方なんで、まあ特に気にしてないんだけど、だって確かさ、10万人の登録者を獲得すると、銀の盾がもらえて、で、100万人になると、金の盾がもらえるよね。で、確か、1000万人突破でも何かもらえるよね。うん。まあでもその規模のチャンネルはちょっとあまり考えないようにするわ。まあ僕はね、その自分の身の丈に合った目標を立てることが、大事かなと思ってるんででもね、銀の盾をもらったら、次は、まあ、金の盾をもらうしかないよね。で、あと90万人でしょ。えあと90万人か。
いやまだまだ先の未来だね、本当に。うん。だって、今10万人僕のチャンネル登録者がいるけど、同じことをあと9回もやらなきゃいけないんでしょ。いや、すごいね。やっぱり100万人も登録者がいるチャンネルっていうのはね。うん。まあでもとにかくね、まあ次、僕がもらえる、まあ物理的なものっていうのはね、うん。まあ、金の盾なので、金の盾を目標に頑張っていこうかなと思います。まあ本当にね、今まで YouTube から、受け取るメッセージっていうのは、まあパソコン上とか、スマホ上で見れるものばかりだったんだよね。うん。まあただ、ね、今回こうやって初めて物理的なものをもらったので、すごい嬉しいなって思います。うん。やっぱりこういう形になってるものって嬉しいよね。僕もね、昔、まあ、賞状をもらったりしたりとか、まあそういう時はね、まあ子供の頃は本当に嬉しかったんだよね。まあ大人になってから賞状をもらったり、盾をもらったりっていうことは、まあ全然ないからね。まあ大人になると褒められることって減ってくじゃん。まあ、子供の頃はね、まあ自分の小学校とか中学校の先生が、まあ、よくこんなに高い点数が取れたねとか、たくさん仕事して偉いねとか、そういう風に褒めてくれたよね。まあ一番褒めてくれたのはもちろん、僕の両親だけどさ、でも大人になるとさ、誰も褒めてくれないよね、僕のことを。みんな大人になってからさ、誰かに褒められたことある？まあ、ちょっと悲しい感じちょっと悲しい感じの会話になって、内容になってきちゃってるけどさ、今このポッドキャストが。まあ、褒められたことあるか。まあ、褒められたことあるね。うん。すごいね、みたいな感じで褒められたことあるけど、なんだろうな。なんか、子供のように、ねえ、なんていうの、なんか子供を褒める時の大人ってなんかすごいもっと、わ、すごいねみたいなもっとテンション高くない？まあそんな感じで思うんだけど、まあとにかく、この銀の盾がもらえて本当に嬉しいです。はい、これからもこの活動頑張ってまいります。はい、皆さん応援よろしくお願いいたします。で、まあ、さっきも話したみたいにね、まあ、チャンネル登録者10万人って本当にすごい数字だと思うし、運がいいな、自分っていう風に思うんだけど、まあ、今はね、10万人の登録者がいる YouTube チャンネルって本当に無数に存在してるよね。何個あるんだろうね。もう本当に気になるんだけど、まあ、日本国内だけでも相当な数のチャンネルが、登録者数10万人を突破してると思うんだよね。うん。で、まあ、チャンネル登録者数10万人って、まあ、10年前だったら、もっと希少な存在だったと思うんだよね。で、僕はね、まあ、海外のチャンネルは、10年前はほとんど見たことがなかった。今と違ってさ、なんか翻訳機能とかなかった気がするんだよね。だから、例えば、海外の動画、例えば英語の動画を日本語の字幕をつけてみるとか、そういうことってできなかった気がするんだよね。うん。で、最近はさ、その音声までも海外の動画で日本語の音声で、再生できたりするじゃん。まあ、ああいうなんだろうな、なんか翻訳系の機能が YouTube には全然なかったよね。だから僕はね、まあ、10年前とかは、常に日本人の YouTuber の動画ばっかり見てたんだよね。で、もちろんね、海外の巨大な、
まあ、YouTube チャンネルと比べて、まあ、その日本語で話されている日本語のチャンネルって、まあ、ほぼ日本人しかチャンネル登録してないじゃん。だから、10年前はね、もう10万人いってるチャンネルって全然なかった。うん。もう本当にすごい希少な存在だなっていう感じで、そう、100万人、だから、チャンネル登録者数が100万人のチャンネルって、もう本当に一桁しかいなかったと思うんだよね。で、まあ、当時ね、僕が、その10年前ですよ。YouTuber に関して、すごいびっくりしたネットニュースを見たことがあってね、もう今でも記憶に残ってるんだけど、まあ、どのサイトだったか忘れたんだけどさ、将来結婚したい人の職業ランキングっていうランキングがね、日本ではたまに、バズったりするんだけどさ。ま、まあ、毎年だいたい、まあ、医者とかが人気なんだよね。あの、収入が多い職業が、やっぱり結婚相手として人気なんだけど、10年前はね、ランキングのトップ10に、そのチャンネル登録者数10万人超えの YouTuber っていうのが、ランクインしてたんだよ。すごくないこれ。うん。それくらい希少で、それくらい希少な存在だったんだよな。うん。まあ今はね、10万人超えてる YouTuber ってたくさんいるからね。で、その時すごいびっくりしたのがね、確かね、そのパイロットと同じくらいの順位だったんだよ。で、パイロットって結構人気な職業なのよ。結婚相手として。うん。かっこいいし、収入も多いし、結構ね、人気な、結婚相手として結構人気な職業がパイロットだったんだけど、それと同じくらいの順位だったからね、YouTuber。で、今、どうなんだろうね。まあ、そもそも、まあ、インフルエンサーの定義が昔と変わったかもしれない。っていうか、そもそも10年前にインフルエンサーっていう、そういう言葉があったのかっていうのがわからないんだけどさ。昔はね、YouTuber って呼ばれる人が多かったけど、今はね、インフルエンサーが利用するプラットフォームっていうのが多種多様だからね。YouTube 以外にも、Instagram とかね、TikTok とか、まあ、たくさんあるじゃん。だから、どうなんだろう。今もインフルエンサーって結婚したい相手の職業のランキングに入るのかな。お気になるね。で、まあ、僕がね、まあ、最近見た情報の中で、その YouTuber に関する情報で、まあ、驚いたランキングがまだ他にあるんですよ。なんだと思う？これ、日本だけなのかな、それとも、他の国でも同じような状況なのかな。まあ、僕はね、それがすごい気になってるんだけど、日本だとね、まあ、子供たちの将来なりたい職業ランキングの上位に、もう毎年 YouTuber が入ってるの。どうみんなの国でも同じなのかな？昔じゃね、ありえなかったよね。普通お医者さんとかね、お花屋さんとかね、サッカー選手とか野球選手とか、まあそこら辺の職業が子供たちが将来なりたい職業としてすごい人気があるものなんだけど、YouTuber もね、それらの職業と同列で人気なんだよね。うん。で、なんだろうな、まあそういう調査の結果を見るたびに、この情報本当なのかなみたいに考えること結構あったんだよね。これってなんて言うんだろうな。まあ、特殊なセグメントの意見を聞いてるだけなんじゃないのかなとかね。
その、統計データを取るときってさ、その母集団がすごい重要でしょ。その、無作為に取ってきたデータが重要じゃん。うん。だけど僕はね、なんだろうな、まあすごい偏った母集団なんじゃないかなって思ってたんだけど、まあ僕ね、まあ YouTube で見たのかな。まあ日本のテレビ番組で、幼稚園だから小学校に行って子供たちにインタビューするっていうそういう動画を見たんだよ。うん。そしたらね、まあそこで、まあ子供がね、だからインタビュアーに、将来は何になりたいですかって聞かれてたんだよね。で、その時、そのインタビューを受けていた子供が、YouTuber って答えてたんだよね。あ、本当にいるんだ、やっぱりって思ってさ。いや、僕の周りにね、子供がいないわけ。そう。うん。あの、子供がいないんですよ。僕の周りに。だから、その、現代を生きる子供たちがね、何をその、目指してるのかみたいな、まあそういう情報をね、得る機会なかったんだけど、そのインタビューを聞いて、うわ、本当に YouTuber になりたいと思ってるんだって、そう思ったわけよ。うん。まあでもね、これずっとそうだからね、ずっと同じ状況が続いてる。ここ、ずっと何年もね、子供たちがなりたい職業ランキングの上位に YouTuber があるというね。うん、まあ、僕の世代が子供の頃だったら考えられないかな。でも、そっか。まあ、アイドルになりたいとか、芸能人になりたいって言ってる人はいたから、うん。まあ、その表現方法が変わったのかな。うん。昔僕が子供だった頃に、芸能人とかアイドルになりたいって言ってた人がいたように、同じように、今の子供たちの中にも YouTuber になりたいって言ってる人がいるってことなのかな。うん。なんで YouTuber になりたいんだろうね。なんでなんだろうね。いや、なんかサッカー選手とか野球選手とかの方が良くない？なんかそっちの方が楽しそうじゃないか。うん。なんか体動かしたくない？まあ、体動かす YouTuber もいるか。まあでも自分が好きなことをやってるように見えるっていうことなのかな。でもそうだね。だから YouTuber って言ってもそのタイプがいろいろだから、うん、なんかそれについての詳しい調査結果が見たいかもしれない。うん。まあ僕みたいにね、こうやってみんなに日本語を教えるような、まあ、チャンネルを運営したいなって、そういう風に考えている子供たちもいるかもしれないし、まあ他にもね、ドッキリ企画をたくさんやりたいっていう、そういう子供もいると思うし、ミュージックビデオをたくさんアップロードしたいとか、そういう風に考えている、まあ子供たちもいるだろうから、まあ今考えてみると、YouTuber ってほんと多種多様だよね。だって、スポーツ選手も YouTube やってるし、まあアイドルも YouTube やってるし、え語学学習の先生も YouTube やってるし、もうみんなが YouTube やる時代だからね。うん。まあだからとりあえず、自分がなんかやりたいことなくても、YouTuber になりたいって言っとけばいいんじゃないかな。なんかそんな気がしてきたぞ。うん。とりあえず YouTuber になれば、自分が何をしてもいいんじゃないかな、みたいな。まあそういう風にうん、思えてきたな。うん。みんなの国ではさ、何の職業が
人気なわけ？何の職業に就きたいと子供たちは思ってるんだろうね。うん。やっぱり日本はね、日本独特なデータはやっぱり野球選手になりたい人が多いことだと思うね。もう野球が本当に人気だからね。他に日本で人気の職業なんだろうな。年代にもよるよね。その幼稚園児だったら、YouTuber とか、えー、サッカー選手になりたいとか、アイドルになりたいとか、そういう風に言う人多いだろうけど、高校生はね、やっぱり医者になりたいですとか、研究者になりたいですとか、宇宙飛行士になりたいですとか、そういう風に言う人が多い気がする。だから、その年齢を重ねるごとに、解像度が上がっていくよね。うん、より具体的な将来の夢になっていくなって思うんだけど、僕の将来の夢なんだろう。僕もう20代なんだけど、まだまだ将来の夢考えてもいいでしょう。まだ考えてもいい年齢だよね。うん。人間で誰でも何歳になっても将来の夢って考え続けていいと思うんだよね。うん。はい。ということで将来なりたい職業ランキングに、YouTuber、が上位に食い込んでる日本なんですけれども、ぜひコメント欄にね、皆さんの国で YouTuber が人気なのかどうかっていうことを書いていただきたいです。それと同時に、あなたの国の、その、人気の職業が何なのか聞きたいですね。何なんだろうね。気になるな。他の国で何の職業が将来の夢として人気なのか。へえ。韓国だったら、全然思いつかない。サムソンに就職するとかなんだろうね。アメリカだったら、アメフトの選手になるとかそういう感じ。いや、全然わかんないけどさ。うん。国によってね、人気な職業も全然違うと思うからね。うん。で、チャンネル登録者数が10万人を、突破したということで、うん。今回はね、僕がこの YouTube でこうやってポッドキャストを配信したり、日本のニュースに関する動画を投稿したり、そういうことをするときに、心がけていることというのをね、いい機会だと思って話そうかなって思うんだけど、まずみんなに聞きたいな。どう？僕の日本語聞きやすい？聞きやすいからいいっていうわけではないと思うんだよね。あの、一番の目的はみんなの日本語のリスニング能力を高めることにあるので、日本人の中にはね、聞き取りにくい日本語を話す人たくさんいるんだよね。うん。で、日本人の僕でもね、何回も聞き返すことってある。うん。ていうか、僕多分ちょっと耳悪い方だと思うんだよね。結構聞き返すことが多い。別に、なんていうの？僕は難聴とかでもないし、あの、耳鼻科で診断されたわけではないんだけど、若干耳がね、悪い気がするんだよね。で、僕が、このチャンネルで、動画を投稿するときにね、心がけていることの一つ目は、リアルな日本語を話すことなんだよね。うん。僕は、実際に僕は、20代の日本人男性です。うん。で、この20代の日本人男性が話す、リアルな日本語、うん、を話すっていうことをね、心がけてるんだよね。
うん。で、日本語学習をするときって、やっぱり、あのー教科書頼りになることが多いと思う。というか、教科書を使うことが普通だよね。うん。日本語の教科書ね。でも、実際の日本人の日本語と教科書の日本語って、違うんだよ。うん。で、教科書の日本語はね、新聞を読むときとかにもすごい役立つし、すごいフォーマルな場所、会社で働いているときに、クライアントと話すときとか、うん。そういうときに教科書の日本語、丁寧な日本語ってすごい役に立つんだよね。うん。ただ、え日本で友達を作りたいときとか、うん。日本の、そこら辺に歩いている人と仲良く会話がしたいっていうときは、カジュアルな日本語をね、使う必要があると思ってるんだよね。いやもちろん、フォーマルな日本語でもいいんだけど、より日本人と親密な関係になるには、やっぱりカジュアルな日本語を話せて、聞けて読めるっていうのが大事だと思うんだよね。だから、もう僕はね、この20代男性が、普段話してるような日本語で話そうっていう、そういう心がけをしてるんだけど、で、あとみんなね、僕の動画を、いつも聞いている人なら、気づいたことあると思うんだけど、僕って、あれこれって日本語でなんて言うんだっけとか、そういうことって結構あると思うんだよ。うん。でもそれが日本人のリアルなんだよね。日本人なんだけど、僕は日本人なんだけど、読めない漢字はあるし、意味がわからない日本語もあるんだよ。で、みんなも自分の母国語でそういう言葉ってあると思うんだよね。うん。で、日本語を勉強してる人はね、本当にすごい難しい単語、日本人でも知らないようなすごい難しい単語も頑張って覚えたりしようとすることあると思うんだよね。で僕も英語を勉強するときに、そういう経験あるんだけど、うん。ただ、日本人とカジュアルに喋るだけだったら、日本人も知らないような単語って覚える必要はあまりないよね。うん。だし、日本人でもこの単語知らないんだとか、日本人でもこの表現を日本語で表すの難しいんだみたいな、そういうのがこのチャンネルの動画で伝わればいいなって思ってる。うん。で、そういう、リアルな日本人の日本語っていうのを引き続きみんなに伝えていければなっていうふうに思ってる。うん。で、今話したことが心がけていることの一つ目ね。うん。リアルな日本語を話すことっていうのが、僕が心がけていることの一つ目。うん。で、二つ目はね、やっぱり、友達のような存在になれればいいな、みんなと思ってるんだよ。はい、あなた、僕の友達です。はい。友達です、あなたは。うん。こういうポッドキャストを聞いててさ、聞いてて、他人事みたいな話し方するな、みたいな、そういう風に考えながら聞きたくないじゃん。うん。できるだけ、友達みたいだなとか親しみをね、持ってほしいんだよね。うん。で、僕が思うのはね、日本の良さでもあり、悪さでもあるのが、敬語文化だと思うんだよね。で、敬語持ってる国、敬語がある言語って、アジア圏に多いと思うんだけどさ、敬語で話してしまうと、なかなか友達になれないんだよね。うん。実際に、僕の日本人の友達はね、その多くが同い年なんだよ。うん。で、理由はお互いに敬語を使わない関係性だから。うん。日本人はね、年上に対しては敬語を使う。で、年下に対してはタメ口を使うみたいな、うん。そういう文化がある。
で、この上下関係を作る文化って、すごいいい仕組みだと思う。うん。上下関係がはっきりしてるから、まあ会社でもね、うん。まあコミュニケーションがスムーズになることはある。うん。ちゃんと階級が作られるからね、その場で。うん。瞬時に作られる。まあ、ただ、敬語って友達作りには不向きなんだよね。うん。だし、なんかね、その人と自分の間に、まあ、距離を感じるんだよ。うん。だから、まあ僕はね、まあ極力、このチャンネルで、まあ敬語は使わないようにしないとなって思ってるんだよね。まあ敬語をもちろん使うときはあるけどね。まああとは、まあ敬語をみんなに学んでほしい時とかはね、まあ敬語で話そうかなって思ってるんだけど、今ね、ずっとここ、まあ今何分くらいだまあ1時間弱今まで話してきたけど、基本的に僕は、まあたまに敬語は話すけど、タメ口で話してたと思うんだよね。うん。でタメ口の方がね、みんなが、うん、なんか親しみを持って聞いてくれるかなと思って、タメ口で話してます。タメ口で話してますとか言って、こうやって敬語になることたまにあるんだけどね。うん。まあ、ただね、会社ですごいフォーマルな日本語を話したいっていう時とかはね、もちろん敬語が必要になってくる。んで、まあ、タメ口を話す間柄の友達とばかり日本語を話してると、敬語を話すのがすごい苦手になったっていう人もいる。で、僕の友達のアメリカ人もね、もう敬語を話すの、苦手なんだよねっていう、そういう人もいたんだけど、まあ僕のチャンネルはね、結構リアルな20代の男性、まあ友達、君と友達の20代の日本人男性を僕がやってるので、タメ口で、まあ、これからも話していこうかなと思っております。はい。もうこんなね、YouTube をやる上で心がけていることとかね、まあ話したことなかったからすごいなんか恥ずかしいんだけどね。意外と真面目でしょ、僕。うん。意外と真面目なんですよ、僕って。うん。まあ、ただ、まあ、これってね、こういう僕が心がけていることって、まあ、僕の中だけで考えたことなんだよね。うん。まあ、リアルな日本語を話した方が、まあ、みんなの日本語学習に役立つんじゃないかなとかって、そういうことはね、まあ、僕自身の中で考えたことだし、うん、まあ、信念みたいなことなんだけど、でもやっぱり、フィードバックが大事だよね。実際に僕のこの動画をいつも聞いてくれている人に、こういう動画がいいんじゃないですかとか、こういうコンテンツだったらもっと学習に役立ちますとか、そういう風に言ってもらうことが、やっぱりこのチャンネルをもっと良くしていくための近道なんじゃないかなって思うので、まあ、この動画を見た皆さん、ぜひ意見があれば、この動画のコメント欄に書いてください。はい。はい、なんかちょっとお腹空いてきたわ。今夜なんだけどさ、まだ夜ご飯食べてなくて。で、このポッドキャスト、録音を終えたら、うん、ご飯食べに行くわ。何食べようかな、今日は。みんなもう今日ご飯食べた？うん。僕はね、なんでこんなお腹空いてるんだろう。昼ご飯食べたのそんなに遅くなかったのにな。うん。まあ多分、まだ育ち盛りなんですかね、僕は。さっき僕が将来の夢はね、何歳になっても持っていいっていうことを話したんだけど、はい。いつでも人間は育ち盛りです。はい。僕もね、まだまだ育ち盛りだと思うので、100万人 YouTube 登録者がいけるように、これからも引き続き頑張っていきたいと思います。はい。ということでまあ今回はね、まあ、相当真面目な話をしたんだけど、まあ、真面目な話をしたのは最後の10分ぐらいか。まあ、それまではね、ずっと銀の盾の話とか、YouTuber についての話とかしてたんだけど、なんかね、なんか最後すごいなんか真面目な気分になったわ。
うん、なんかいつもみたいにふざけたポッドキャストじゃなかったような気がするんだけど、はい、まあこれからもね、僕は引き続き YouTube チャンネルを頑張っていきますので、はい、次回の僕のポッドキャストにも期待していてください。ということで、今日の僕の動画はこれで終わりにします。バイバーイ。